椿だぜ。地下なのよ。シャイニングフォース2の続きをプレイしていくわよ。本動画は連続企画の6回目。まだの人は概要欄から過去動画も見てくれよな。前回は北の大陸を攻略したわ。物語も折り返し、敵の幹部が次々に挨拶に来たぞ。四天王の中でも最弱ポジションのザルバードさんを倒し女神を救出したのよ。次の目的地はナスカー大地。一旦砂漠のお城に戻るのよ。椿か。それではゲームを再開していくぜ。早速何かイベントだぞ。ボルカノン様との会話後の赤ちゃん落下事件に遭遇しているとこのタイミングで仲間に加わるの。ちょっと前の話だろ。高いされてキャッキャ言ってた赤ん坊がもう実戦に加わるのか。戦闘民族は成長が早くて追いにくいのは常識なのよ。見るからに疲弊だが強いのか。残念ながら今後加入するキャラは基本的に転職済みのクラスになるの。レベルアップ回数の都合上、どうしても伸び悩むことになるわ。砂漠のお城に戻ってきたら何か感謝された。前回助けた女神様が雨を降らせて回っているのよ。そういえば南下町に水たまりがあった気がするぜ。下にいるハゲの方がキーマンなのよ。あんまりハゲ言うと私たちの内なるおっさんにも聞くからやめろ。はい。以前立ち寄ったけど扉の閉まっていた町があるわよね。左上の方にあった町だな。悪魔軍の侵攻を阻むために町ごと封印した的な。今更だけど助けに行きたいという司祭。我々の目的地もその門の向こうだからな。若干の没合主義。同伴するだけで仲間にはならないのか。実際に加入するのはもう少し後になるわね。ポジション的にはオーラの使い手で、前作のトーラスに該当するキャラね。うわ、待ち伏せだぞ。悪魔軍は門の鍵を持つ司祭が城から出てくるのをずっと待っていたのよ。悪魔軍を進軍させるために鍵を奪うって話だな。城の中には手を出せない悪魔軍。司祭が引きこもってしまっては打つ手がないの。なんか知らんけどまんまと司祭を連れて出てきてしまった形なの。あれ、これ別に鍵を奪わなくても私たちが今から手に行くだろう。そうなんだけど、なんとなく敵の策略にはまってしまった雰囲気なのよ。そもそも町の門一つで完全にシャットアウトされちゃう悪魔軍ってどうなってんだよ。そこはあんまり突っ込んではいけない。いわゆる RPG 的な寛容な解釈も時には必要なの。たとえ1キャラ分の幅の川でも正規の手順以外で渡ってはいけない的な。ここで前回登場した四天王の一人、カミーラさんが呼ばれるのよ。早速ボス戦なのか。ここではボス戦にはならない流れなの。そうなのか。この二人あんまり仲が良くないみたいで、全然言うことを聞いてくれないのよ。現場が軍師の言うことを聞かないとかつんでるだろ。明確な上下関係がないってのも考えものね。このお姉ちゃんはいわゆる正々堂々キャラか。兵隊は貸してやるからお前がやれってことでお姉ちゃんは帰ってしまうの。当の軍師様も帰ってしまったので現場には雑魚だけが残されたのよ。あいつがバイトリーダーか。前回がっつりとレベリングしているので今回は楽勝モードだと思うわ。言うてもサポートありきの強さだからな。二手に分かれるとかの戦術は取れないな。補助を切らさないようにツッキーちゃんを中心に団体行動なのよ。敵は大して強くないな。経験値も大してもらえないのでサクッとバイトリーダーを倒したんでいいわね。ボーイの HP の高さは大魔法使いにすごく便利だな。敵の HP が多すぎて魔法が活躍できないのは敵も同じなのよ。めきめきと頭角を現し前衛のエースに昇格したジャジャ君。攻守ともにバランスが良い戦士になったわね。バトル31、楽勝でクリアね。クリア後に特にメッセージとかもなしか。北に向かって出発なのよ。おやバトル32、パキャロン北部パット2。ここ前回でも戦ったマップだよな。余裕の再利用マップね。控えめに言ってクソマップだけどな。特に目立ったボスもいないエリアになるわ。あのアーチャーがここのバイトリーダーか。サクッと撃破して先に進みましょう。なんだこいつ。敵の疲弊なのだけど唐突に裏切るの。本当に唐突だな。ファイアーエムブレムなら関連キャラで隣接して説得する必要がある展開だぞ。というわけでこちら側に加勢してくれる流れなの。ファルコンさん。よし、最強戦力の砦バイトリーダーを攻撃だ。チェックメイト。こいつだけレベルアップ時のパラメーターの伸び方がおかしい。安定の伸び方してるわね。ファルコンさんも転職済みの枠だからやっぱりあんまり伸びしろがない感じか。それ以前に致命的な不具合があって使い物にならないの。正式加入前は AI で勝手に行動していたでしょ。どうもその設定を切るのを忘れていたようで、このキャラは永遠に AI 操作で自分では操作できないの。結構痛い不具合じゃないか。
このマップに入る際に裏技を使って敵操作可能にしておくとこの不具合を回避できるそうだけど、今回はそのまま行くわよ。さようならファルコンさん。永遠の2軍落ち。北上して門に到着だ。司祭さんがいるので門を開けてくれるのよ。中に入れば即バトルな展開なんだな。ここも特にボスはいないのでサクッと撃破していくわよ。バイトリーダーを確認。大抵喋ってるやつがリーダーなのよ。この町の人はすでに犠牲になってしまったの。司祭が激をコプンプン丸に。ここで司祭が正式に仲間に加わるの。個人的な恨みと贖罪のために司祭は強制的にバトルに参加することになるのよ。チッキーちゃん下げてんじゃねえよこのハゲ。ハゲ言うなし。サポートに覚えているならワンチャンあったが、覚えてないので即座に撤退するのだぜ。メンツを入れ替えてリトライなのよ。とりあえずポルポルを外してチッキーちゃんを加える。ポルナレフさんしばらくお休みだわよ。再び門の町。無事にバイトリーダーを撃破。バトル33も難なくクリアなのよ。経験値49くれる敵も出てきたな。前回のレベリング貯金がもう切れたので、どうせ最後で一稼ぎだ。そこまでは今の戦力で進めたいな。はい、町に生き残りがいないかと探すのだけど、あからさまに怪しい岩が動いているのよ。みんな地下に隠れていた的な。騒がしくなったと思ったら急に静かになったということで、様子を見に出てきたようね。中にいたヒゲのおっさんと会話、カクカクしかじか。魔王を倒すために旅をしているというと放っておけないということで仲間に加わるの。一応聞いておくが強いのか？忘れていいレベル。マジか。実はこのタイミングで一つプラグが立っているの。クリードの館で仲間にしなかった3人が回収可能になっているの。おっさんばっかり残ってたな。そこで仲間にできるおっさんの方がマシなレベルなのよ。言うても結構前のキャラだしレベリングがしんどいな。謎の機械兵も一向に加わるのよ。参入はもう少し後だけどストーリー的には重要なキャラよ。街の左上の方に行くのよ。なんか手が生えてきたぞ。ゴーレムの腕よ。返してあげるとゴーレムが仲間になるわ。参入フラグが山積みになってきているぞ。全員揃ったら最後のレベリングかしらね。よし、それでは西のナスカー大地とやらを目指せばよいんだな。アリトメと鼻の先。これがナスカー。見るからにナスカの地上へ。四天王的な人だ。カミーラさん、バリバリの物理アタッカーなのよ。マジか、なんか魔法使いそうな顔してるのに。こう見えて鉄球魔人なのよ。無駄に広い上に斜めに移動する都合上、すごく時間がかかるマップだったぜ。ちなみにカミーラさんを撃破した時に 50% の確率で鉄球をドロップするの。レア武器か？誰も装備できない武器なので取り出し物として陳滅するくらいしか用途がないわ。見たか、2打目しか食らわなかったぞ。サポートがなかったら30くらい食らってるのよ。それ2回はまずいな。うわ、取り強い。半端に1残しやがって、とどめだ。大きな被害も出ず無事にカミーラを撃破。バトル34をクリアよ。四天王的な人、2人目撃破だぜ。ナスカーシップがもらえるのか。このスカイオーブが鍵になっているのよ。スカイオーブって確か古代人の孫が持ち逃げしたアイテムだよな。そうね。グランス島に渡ったはずだけど悪魔軍に奪われ今はここにあるみたいね。車と車のキーが一緒にあるなら乗るしかないな。ここで敵軍師の登場。カミーラさんは炎上してしまうわ。難観測さえけど全て計算済み。レシピ的には目障りな邪魔者が消えた形なのよ。プリズムフラワーってなんだ？古代ロボのマッカスが言うには古代人が都市の防衛に使用していた花だということよ。古代の花？食虫植物みたいなものか？すぐに出てくるわよ。なんか小さい穴に吸い込まれたぞ。おそらくはキャラバンと同じ理屈の古代のテクノロジーなのよ。中は広い。事情に詳しいバッカスくん。ここにスカイオーブを置くんだな。上の方にあるやろ。マチルダさんが持ってた。チッキーちゃんの MP が地味に100超えててくさ。表記はハテナハテナになるのか。ナスカシップ発信なのよ。そのまんまのデザインだった。これでグランス島までひとっ飛びなのよ。これどうせ撃ち落とされるんだろう。こっちの大陸には戻ってこれるのか。序盤に通ることができなかった古代人の通路があったでしょ。逆側から物理的に鍵をかけられていた扉だな。つまりグランス島側からなら問題なく使用できるので、以後は徒歩で行き来することができるようになるわ。とはいえ長距離を徒歩で移動するとなると、
ランダムエンカウントがくっそうざいよな。何も得るものがないクソ雑魚相手でもクソマップなら平気で20分とかかかってしまうのよね。一方その頃的な悪人会議、ボーイたちが島に近づいていると聞いてウッキウキなのよ。ゲシュクは夫愛の戦力を貸してほしいとボスに頼むのだけど却下されてしまうの。代わりにレッドバロンを貸してもらえたようだな。っていうかオプトアイってかつて共に旅をしたオプトラー君なのよ。やっぱりあの時に仕留めておくべきだったんだな。結局目は開いてないので本当にオプトアイなのかどうかは不明ね。髪型変えただけじゃねえか。セオンの対応を見る限り他の幹部とは別格の扱いを受けているようね。ボーイの実力をそこそこ認めてる感のある発言。それはそれで楽しみだと余裕の発言なのよ。これがプリズムフラワーか。対空砲のようなものみたいね。これで撃たれて不時着する流れですね。了解しました。島に渡れるなら何でもよし。走行しているうちに砲を乗せたナスカンシップはグランス島に近づいているのよ。敵さんも準備 OK みたいだぞ。そういうビームなのね。どういうビームを想像してたの？もっとこう幅があってビャーって感じに照射するタイプ。まさかのビームライフルでした。一発で操舵不能に。今度は2発当たったみたいね。神走行すぎん？ということでグランス島の北東部に不時着なのよ。まあそこでしょうね。いろいろあったけどなんとかグランス島への上陸には成功したのよ。このグランス島北東部には文句の修行小屋があるのよ。やったぜ。気合の玉が手に入るぞ。ようやく空が転職できるわね。西側の木々を抜けて北に向かうのよ。うっかり左に行き過ぎると外に出てしまうので注意だぞ。右の壁を意識して進むといいわ。何者かに声をかけられるイベントなのよ。滝行。ゼンラのお姉ちゃんが滝行しているの。ゼンラ。教育上よろしくないので撤収なのよ。ボーイ全力拒否しとるやないか。と思いきやゼンラのお姉ちゃんに呼び止められるの。アストラルのことを知っている人のようだぞ。この人は元アストラル様の弟子で昔は僧侶だった人なの。カクカクしかじか。少し昔話をカット。婚約者をレッドバロンに殺されてしまい復讐のためにここで修行しているという話よ。そういう目的で武術を習おうとすると大抵は破門されるんだぞ。あちょーとか言ってる。ヤクルパン服に飛び込んだぞ。あら美人さん。シーラさんはマスター文句なの。参入が遅いから伸びないって言うんだろう。知ってる。この人はサポートニを覚えるのでじゃんじゃんレベルアップできるの。根気よく育てればかなり強力なキャラになるのよ。マジでそんなん使うしかないやんか。そこの南側の木を調べると気合の玉があるのよ。こんなののヒントじゃ見つけられないよ。これでサラをマスター文句にできるわよ。これやっぱりチッキーちゃんをマスター文句にしたんでよかったな。お気づきになられましたか？でももう使うしかないんだよな。僧侶はサラしか残ってないので仕方がないわね。次回あたりどっかでレベリングする時間を設けよう。攻撃力は武器で補えても防御と HP が不安すぎるわね。とりあえずこれで昔の雪辱は晴らせたぜ。気合の玉が見つからなかったのね。あんなのわかるかよ。ツバチか。少し早いけど一区切りってことで今回はここまで。実は連休中にプレイしすぎてしまってな。全部まとめていたらどうやっても30分超えてしまうし全8回の予定が7回になってしまうのでここでカットよ。次でラスト手前まで、その次でラストだ。レベリングに適したマップがあるといいわね。こんな感じにレトロゲームの話題や実況プレイをしているチャンネルだ。まだの人はぜひチャンネル登録してくれよな。 Twitter もやってます。チャンネル説明にくっついてるリンクからフォローできるわよ。最後までのご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。また遊びに来てくれよな。またね。転職アイテムの場所くらいなら当時のゲーム雑誌に載ってたんじゃないの？載ってたんだろうけど遊んだタイミングが少し遅かったんだ。ちょうど次世代機とネット文化の狭間だった頃だと思う。攻略本買うしかないわね。前作をやり込んだって自負もあったし、攻略本と回覧やろう。そんな風に考えていた時期が私にもありました。